今回は、ドーミーイン盛岡に泊まってみたので、紹介します。フロントは、このように1階にあります。それでは、無事にチェックイン完了したので、お部屋に向かっています。今回のお部屋は、5階にあります。それでは、ルームツアー開始。設備は、ドーミーインエクスプレスよりは青く、通常のビジホ同等になっています。なお、郡山のドーミーインエクスプレス同様、ウェルカムスイーツも提供されてました。
回のお部屋は、窓が運悪く景色を眺めることができなかったので、5階の廊下から景色をお届けします。その後、館内はどのようになっているか巡っていきます。5階では、ズボンプレッサーやチケット販売、そして自動販売機と電子レンジがあります。急に飲み物が欲しくなっても、購入できるのが便利ですね。その後、10階に到着しました。10階は、三叉の湯という温泉がメインになっています。こちらの湯上がり所では、自動販売機で飲み物を買えるほか、漫画を読むことができます。三叉の湯の入り口には、アイスが提供していました。なお、これより先は公式サイトより写真をお借りしたので、温泉のイメージをお届けします。なお、温泉入り口の左側に、コインランドリーもあります。コインランドリーはこちらしかないので、要注意です。その後、9階に到着しました。こちらには、タバコが吸える喫煙室があるのが特徴です。喫煙室は、このように自動販売機の奥にありました。その後、1階に向かい、ウェルカムドリンクを飲んでみます。ウェルカムドリンクは、このようにコーヒー類だけではなく、ジュース類も提供しています。ここまで提供しているウェルカムドリンクは、おそらく珍しいと思います。無事、デニムスカートに着替えたので、これから観光スポットに向かいます。こちらは、田久保新婚の家というスポットです。その後、
盛岡駅まで歩いて行き、隣駅の仙北町駅を往復し、ホテルに戻ったらなぜか熱中症気味でしたので、温泉も深夜、夜泣きそばの撮影はできずに終わりました。そして、翌日深夜、先に温泉に短く入った後、盛岡城跡方面に少し歩いて行き、カーシェアでドライブしてみました。その後、無事に帰還して、いよいよ朝食バイキングです。朝食は、1階で実施しています。主に、洋食と和食をメインに提供しており、盛岡や岩手のご当地料理も数多く提供しています。それでは、実食開始。このホテルのすごいところは、盛岡冷麺を朝食で提供しているところです。
ごちそうさまでした。どお料理も美味しかったです。皆さんも、岩手県盛岡市に旅行の際は、泊まってみてはいかがでしょうか。